それではこちらから最初冒頭発言が2つございます。本当は4つあったんですが、時間が予算委員会でないので、有効求人倍率の公表についてと、雇用保険法の一部を改正する法律案の閣議決定については、文書配布といたします。まず第一に、新型コロナワクチンの3回目接種のペースアップについてでございます。新型コロナワクチンの3回目接種については、もう一段のペースアップが必要だと考えております。高齢者以外の一般の方についても、昨日総理が表明されたとおり、予約枠に空きがあれば、ワクチンの有効活用の観点から、6ヶ月の間隔で順次できるだけ多く、さらに前倒しを行っていただくように、厚生労働省から改めて自治体に要請をいたしました。合わせて一般の方への接種を進めるにあたっては、各自治体の判断により、地域における社会機能を維持するために必要な事業の従事者に対して、優先的に3回目接種するような取り組みも検討していただくように、一部自治体の取り組み例を示しつつ、要請をいたしました。自治体の皆様におかれては、こうした取り組みにより、3回目接種のさらなる加速を図っていただくとともに、接種券の早期発行や、接種券なしでの接種を積極的に進めていただきますよう、改めてお願いを申し上げます。また3月からは、職域追加接種も開始することを予定しておりますけれども、2月下旬からワクチンの配送が開始され次第、3月を待たずに接種を開始できること、2回目接種後7ヶ月を経過していなくとも、余力がある場合は、接種が可能であることをお示ししたところです。これに加えまして、今般、職域追加接種の実施申し込み要件の緩和も行わせていただきます。第一に、昨年の1、2回目接種と同様に1会場あたり1000人以上の接種をこれまで求めるということでやってまいりましたけれども、昨年実施した企業等のうち、今回、まだ申し込んでいない企業等にヒアリングを行った結果、実施を検討中の企業等のうち、500人以上、1000人未満の規模を希望する企業が約6割を超えていたことから、1会場あたり500人以上の接種見込みで申し込み可能としたいというふうに思います。これにより、1、2回目接種を実施した企業等で、追加接種実施を検討中の企業から申し込みがさらに進むことを期待いたしております。また第2に、職域接種においても、接種券なしでの接種も可能としておりますので、職域追加接種の実施企業、大学等におかれては、適宜ご運用にご活用いただきますよう、お願いを申し上げます。また第3に、複数の中小企業が共同実施する場合等を対象としまして、職域追加接種会場の設置運営費等にかかる費用の補助については、当分の間、接種1回あたり1000円の上限を引き上げることといたしたいと思います。引き続き自治体の接種や職域接種を最大限に後押しするとともに、希望する国民が一日も早く接種できるように取り組んでまいりたいと思っております。それからもう1点でございますけれども、ファイザーの新型コロナウイルス感染症の経口治療薬、ニルマトレルビル、リトナビルにつきまして、昨年末に同社との間で基本合意を行ったところですが、昨日1月31日に本年中の200万人分の購入に関する最終合意に至りました。薬事承認が行われれば、速やかに約4万人分の納入がされる見込みでございます。同社によれば、この治療薬はオミクロン株にも効果があることが示唆されておりまして、これによりまして、重症化リスクを有する軽症者に対する治療の選択肢が広がるものと考えております。引き続き治療薬が必要な方に確実にお届けできるように取り組んでいきたいと思っています。以上です。